は SC の72分の1スケールフォッカー D7 の製作を行います。今回は仮組みではなく塗装も行って完成を目指すわけね。そうなのだ。しかもフォッカー D7 見た感じだと服用機ですね。フォッカー D7 は第一次世界大戦時のドイツ帝国の戦闘機なのだ。第一次世界大戦の機体というわけね。そうそう。随分と派手なマーキングですね。機体の塗装に関してだけど、全部が赤で後部が青で塗装されている。ちょうど胴体の中央で塗り分けられてるわけね。主翼上面は青で塗られていて、下面はローゼン地迷彩が施されている。ローゼン地迷彩。ドイツ帝国空軍が戦闘機や偵察機に使用した迷彩手法なのだ。4色ぐらい使われてますね。プリント済みのひし形迷彩布を貼る仕様で、複雑な色模様を機体に効率よく再現する技術だったみたいね。でもこの迷彩を再現するの難しそうね。専用のデカールも市販されてるみたいだけど、自作でデカールを作成して再現してみようかと思うのだ。以前紹介したアルクスのプリンターを使うわけね。そうなのだ。ところで第一次世界大戦の軍用機に関して詳しいの？全然詳しくない。古くはエアフィックスのフォッカードクター1などを作ったことがあるけども。72分の1スケールのやつね。機関車トーマスみたいなマーキングですね。赤い機体の方が有名ですね。レッドバロンことリヒトホーフェンね。なのでエアフィックスのクラシックキットを中心にいくつか積んでいる程度なのだ。今回は SC というわけだけど、 SC は他にも第一次世界大戦の機体を出しているの？いくつか出しているみたいね。今回のフォッカー D7、 SE5A、 ニューポール 17C1、 スパット8、ソッピスキャメル、アルバトロス D3 の6種類ね。ちょっと真偽が不明だけども SC のキットは丸3と同じ金型のようですね。丸 3？ スケールメイトでは丸3から日もと流れて SC という流れになっている。その他にも富士屋サニーからも発売されてるみたいね。実物を見たことないので何とも言えないけど、パーツ構成からすると同じ金型かなと思うのだ。どういった経緯で金型が流れたんでしょうね。ちなみに SC から発売されていた機体のいくつかは100円ショップのダイソーからも発売されていた。ソッピスキャメルとスパット8ね。と言っても2005年頃ですからかなり前ですよね。この時は韓国アカデミーの OEM だったので、もしかしたらアカデミーがこの金型を持っているのかな。まあオマージュという線もありますけどね。そうでした。ところでこの機体の特徴は？第一次世界大戦の軍用機は詳しくないのでちょっと調べてみました。ふむふむ。フォッカー D7 は第一次世界大戦の後期に登場した戦闘機3000機以上作られてたみたい。3000機も？でも大戦中に作られたのは700機程度なのだ。大戦後も作られたの？何でも性能が良かったみたいで、戦後連合国各国で運用されたみたいね。なるほど。ベルサイユ条約でも名指しで引き渡しが記載された唯一の航空機なのだ。どの部分が秀でていたの？優れた上昇性能、安定した操縦性、火力で連合国機に対して圧倒的な性能を発揮したとか。ふむふむ。溶接交換フレームに布張り、強固で整備性も高い構造で後の戦闘機設計に大きな影響を与えたみたい。木製フレームが主流の頃ね。高翼配置の服用機で翼管支柱が少なく視界が良好で風船に有利だったとか。いつもの時代も視界は重要ですね。操縦性が素直で初心者にも扱いやすかったのだ。なるほどね。今風に言うとゲームチェンジャーとかかしらね。そこまではいかないかな。実際に活躍できたのは大戦末期の数ヶ月間だったみたい。まあ情勢を変えることはできてませんからね。それではパッケージ内容を確認していくのだ。お願いします。ボックスアートは上昇中のフォッカー D7 なのだ。仮面のローゼン地迷彩が特徴的ですね。中身はダークイエローのランナー1枚、常翼、火翼、デカール、組み立て説明書、塗装図なのだ。マーキングは1種類でルドルフ・ベルトフォルド大尉の登場機かな。おそらくってことでご了承ください。部品点数は全部で26点。部品点数はそこまで多くありませんね。ではSC の72分の1スケールフォッカー D7 の仮組みを始めるのだ。最初にプロペラ部分なのだ。ふむふむ。プロペラは全部で3パーツ。機種前面にプロペラを挟み込んでリングで軸を止める構造。マー塗装を考えるとあえて軸止めをしなくても良さそうだね。次はエンジン部分ですね。といっても排気管部分のみなのだ。今は切り出して塗装して終了ね。次に機銃部分、
こちらも1パーツ構成ですね。こちらも切り出して塗装して終了なのだ。ちなみに操縦席はないのですね。次のパートで紹介する胴体に座席らしきモールドがあるのだ。スケールを考えると省略されていても仕方ありませんね。次は乗翼、火翼、尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席内部を塗装したら貼り合わせとなる。貼り合わせたら先ほどのエンジン全部を取り付けね。ここで合わせ目を処理してサフを吹きます。先に胴体の塗装ね。尾翼の鉄十字の黒を塗装するのだ。一旦鉄十字の形でマスキングね。マスキングはカッティングマシンで作ったのだ。ふむふむ。次に白を全体に塗装する。胴体の翼付きの剣と尾翼をマスキングね。先に赤を塗装してからマスキングして次に青を塗装するのだ。これで一旦胴体は完成ね。すでにやってしまってますが、乗翼、火翼、水平尾翼、車輪間整流板の塗装なのだ。こちらもサフを吹いてから白を塗装ね。白の部分をマスキングしてから青を塗る。仮面はローゼンジ迷彩ですね。パーツをスキャンして大きさと形をトレースしてから4色のひし形でパターンを作ってみた。できたら印刷して貼り付けね。少し粗い印刷だけどまあできたのだ。次は足回りなのだ。ふむふむ。主脚部分は全部で5パーツ構成となる。気脚と整流板とタイヤね。組み立てて塗装するとこんな感じなのだ。次はエンジンと機関銃の取り付けね。機首上部にエンジン部分、その後方に機関銃を取り付ける。ここまでできたならばいよいよ組み立てね。まずは翼管支柱の切り出しと塗装。色はとりあえず黒ね。それを根気よく組んでいくと形となるわけね。本当は主脚部分と水平尾翼に挑戦があるんだけど、今回は省略というわけね。では終わりに総評なのだ。今回はエッシーの72分の1スケールフォッカー D7 の組み立てレビューをお届けしたのだ。組み立ててみた感想はどうでしたか？青と赤のコントラストがかっこいい機体だったのだ。金型はかなり古いと思うけどパーツの合いは特に問題なかったのだ。表面はなし地でしたね。そうそう、結構ザラザラしていたのだ。布のディテールを表現してるのかしら。今回は骨組みの凹凸がなくなりそうだったからそのまま生かしたのだ。ローゼンジ迷彩はどうでしたか？最初は塗装で再現しようと思ってたんだけど実機は迷彩布を貼っていたらしいので今回はデカールを使ったのだ。裏面だから煽った時にちらっと見えるのが映えますね。主翼仮面に全面貼る必要があるから白でカールシートに印刷しても対応できそうかなって。つまり白インク非対応のプリンターでも再現できるってことね。そういうことなのだ。ちなみに第一次世界大戦の機体はエアフィックス製を中心に何機か持っているのだ。今後も塗装込みの組み立て動画で紹介できるといいですね。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。